こんにちは、山田幸子です。今回は水彩を始めてみたいと思っている方向けに、どんな画材を揃えたらいいのかや基本的な塗り方をご紹介していきます。実は私のチャンネルで過去に初心者さん向けの動画を撮ったことがあるのですが、もっと見やすくわかりやすくできないかなと思って改めてお届けしたいと思います。初めての方も水彩を手に取るのは久しぶりという方も一緒に気軽に楽しめたら嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。ではまず画材を紹介しますね。すべて世界堂とかの画材屋さんで買えますし、中には100均で購入できるものもあります。まず、紙はホワイトワトソンという水彩紙を使っています。この端っこの4辺を糊で固めているブロックタイプの水彩紙でして、絵の具を塗っている時に紙が波打ちにくくて、水張りの手間も省けるのでおすすめです。こちらのサイズは F2、手元に置きやすいサイズ、だいたい0から4号ぐらいまでのサイズが扱いやすいかなと思います。A4 とか B5 とかの規格でも大丈夫です。大事なのはこの紙の質の方なのでね、だいたい水彩紙として売られているものを使えば間違いないです。そして絵の具はペンテルの F 水彩12色セットです。見ると名前とか書くところがあって、おそらく学生さん向けに作られている水彩絵の具だと思うんですが、この絵の具結構発色が良くって、初心者さんにとっても扱いやすいと思います。バラ売りで1色ずつ揃えてもいいのですが、こうやってセットだと色が揃っているのですぐ始めやすいです。で、この絵の具をこのパレットに入れていまして、こちらのパレットはダイソーで売っていたプラスチックのパレットです。軽くて持ちやすく、仕切りの数が20あって、広めにしっかり色を混ぜられるスペースもあるので、最初のパレットとして結構おすすめです。絵の具は使うたびにパレットに出すのが多分いいんでしょうけど、私はこんな風に出しっぱなしにしちゃってます。これ今すっかり乾いている状態なんですけれども、こうやって水で濡らせばまた溶け出して使えます。この筆はペンテルネオセーブルの丸筆14号です。ネオセーブルは適度な柔らかさのある筆でして、絵の具の含みもなかなか良くって、何より安くて手に入りやすいので、初心者の方にもってこいの筆だと思います。14号ぐらいの大きさが中くらいでちょうどいいかなと思ったので選びました。18号とか数字が増えるとサイズが大きくなって、0号とか数字が小さくなると細い筆になります。そしてこちらの水入れ。これは100均で売っているようなバケツで大丈夫です。こうやって仕切りがあると、ここは色を薄める時用の水とか、こっちは筆を洗う時用の水っていう風に分けて使えて便利です。空き瓶とかでもいいですが、最低でも2個以上は用意していただくと、頻繁に水を変える手間が省けます。最後に水彩画は水を使いますので、手元にティッシュもしくは雑巾とか使い古しのタオルがあると安心です。なくてもできることはできるのですが、筆の水気を調整したり、うっかり水が跳ねちゃった時にもさっと拭けて便利です。今回の画材すべて揃えても5000円いかないくらいです。計算したら4422円でした。でもこれらの画材を無理して揃えなくてもいいので、もうすでに画材を持っている方はお手持ちの絵の具とか筆を使ってみてくださいね。そうしましたらこれらの画材を使って早速塗ってみましょう。パレットや水入れは利き手側に置くと作業がしやすいです。私は使い古しのタオルを水入れの下に敷いて使っています。まず筆をきれいな水に浸して、このままだとびしょびしょで水滴が垂れてくるので、ちょっとバケツの縁で拭って、でパレットに絵の具を溶きます。こうやってある程度弾くんですが、気にせずいきましょう。筆にしっかり絵の具を入れて、まず普通に塗ってみましょう。色がかすれてきたら、もう一度同じ色を筆に取って続きを塗ります。では次は色を重ねてみましょう。水彩は色を重ねると下に塗った色が透けて見えます。色が乾いたことを確認して、水色を重ねてみます。あまり何度もガシガシと筆を動かすと下に塗った色が溶けて動いちゃうことがあるので、さっと塗り重ねます。黄色に青を重ねた部分、正確には黄色に水色を重ねたんですけれども、緑になりました。混ぜて作った場合と
ちょっと見え方の雰囲気が違うと思います。色が層になって重なったような見え方になります。これが水彩の大きな特徴でして、濃い色を塗り重ねても完全に覆い隠すことはできないので、そこは注意してください。では、色を乾かさないで塗るとどうなるのかというと、青系の色と白を使ってみますね。こんな風にじわーっと滲んでいきます。水の流れに沿って自然に混ざり合っていきます。画面が乾いたところに塗るか、湿ったところに塗るかで色の現れ方が変化します。これが水彩の魅力でもあり、また難しいところでもあります。パレットいっぱいになっちゃったら、ティッシュで拭き取ると綺麗にできます。普通に塗る、色を重ねる、にじませる、この3つの塗り方が水彩の基本的な塗り方だと思います。で、この後はこの3つの塗り方を使って簡単なイラストを描いてみたいと思います。ということで、いかがでしたか？今回は水彩画の始め方、そして基本の塗り方をご紹介しました。どうか良かった、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。水彩ってなんだか難しそうだなって思っていた方にも、ちょっとでも楽しさが伝わったら嬉しいです。私のチャンネルでは初心者さん向けの水彩の基本動画や画材レビュー、猫やお花などのメイキング動画までいろいろアップしています。今後も水彩を始めたばかりの方にも分かりやすい内容をお届けしていきますので、よろしくお願いします。
すでに画材が揃っている方とか、基本的な塗り方は知ってるよという方は、水彩の技法を短くまとめて紹介している再生リストもありますので、そちらも参考になさってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。